こんにちは、アンナスです。今日は久しぶりにセリアに行ってきたので、セリアでハンコを買ってみました。なんかね、こんな感じの、なんかいろいろあったんですけど、微妙にやっぱサイズが小さくて刺しにくそうだなと思ったんですけど、頑張ればいけるかなってことで、これでちょっとやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではちょっとスタンプを開けてみようと思います。そして、こちらの黒いスタンプ台はダイソーのやつですね。前使ったやつです。ではちょっと開けてみて、クマと女の子がいるんですけど、今日はクマの方を使います。で、なんか英語の文字のスタンプも売ってたんで、これも一緒に使ってみようと思います。すごい立派ですね。100円でこんなにいいのが買えるとは。そして今日はブローチを使うんですけど、まずここに英語の文字を押していこうと思います。こんな感じで。なんかこういう布ありますよね。これでこんな感じかな。よいしょ。はい。で、もう一個こっちの細い方もせっかくなんで使おうと思います。まっすぐになってるかな。はい。ちょっと濃かったですね。でもいい感じです。そしたらこのくまちゃんのスタンプも真ん中に押していきます。大丈夫ですね。ちょっと下だったかな。でもいい感じなので、じゃあこれで刺繍していきます。はい、では刺繍枠をはめます。刺繍枠を外して金具を上にしてセットします。で、しっかりネジを締めてピンと張った状態を保って刺していきます。刺繍糸はまずクマの腕から刺繍していくので2本取りで刺繍します。針に2本一緒に糸を通します。で、最初玉留めの代わりのものを作るので、どこでもいいんですけど、腕の中にちょっと最初細かくて大変なんですけど、頑張って小さい波縫いを入れて、で、一つ前の穴に刺します。で、裏から引っ張って出てるところはハサミで切ります。で、まず腕は真ん中に1本基準を入れて、で、上と下と埋めていくんですけど、今日はスタンプなので線の外側を刺していくといいです。線が消えないので、もう線の外側でスタンプのインクが全部隠れるように刺していきます。で、基本的には隣に刺すんですけど、ちょっと前のとこで気になったとこがあれば戻って足したりしながらしっかり色を埋めていきます。はい、では腕ができたので今度は顔ですね。もう続きで鼻と後頭部のところに1本基準を入れて、で、上と下と埋めていきます。はい、今度は耳ですね。耳はちょっと向きを変えると質感が変わるので、縦っていうか向かってちょっと斜めですかね。この一番丸い頂点のところと付け根をまっすぐステッチを入れて、で、半分ずつ埋めます。
でこの後続きで、もう足がちょっと上にかぶってる。でも足の裏が見えてるので、ちょっと一旦終わらせます。終わらせるときは裏の糸に2回ほどくぐらせてギリギリで切ります。で、足の裏の色が白でいいかな。白にします。2本取って、で続きをするときは裏に絡めて、で足の底の部分ですね、もう細かい細かいんですけど、縦に1本入れて、向かって前と後ろですね。もうちょっと入れたらこれで埋まるかな。逆になんかもう飛ばしてなしにしてもよかったんですけど、一応テディベアだからこういう感じなんですかね。底があるのかもしれない。ちょっと黒いとこ見えてるんでもうちょっと黒いところがなくなるまで刺すと仕上がりが可愛いので、これででまた次、今度は足の刺繍ですね。足はもうこの続きで横横に入れてください。はい、そして奥の足もちらっと見えてるんで、ちょっと斜めにします。横横で刺しても別にいいんですけど、結構大変なので斜めに最初のステッチを入れておいて、できるだけ線の外側を刺すようにして斜めで埋めていきます。はい、ではお腹ちょっとぽっこり出てて可愛いですね。お腹を横に刺して、足も横なんですけど、ちょっと斜めなんで、もし足をこの真横にしてしまっている方は、例えばちょっとこういう斜めにするとか、この足と体の向きを少しだけでも45度ぐらい変えてもらうと質感が変わって刺しやすいと思います。じゃあこれで埋めて、尻尾も埋めていきます。尻尾も耳と一緒でこうちょっと向きを変えて刺していきます。はい、じゃあ尻尾までできたら黒に持ち替えて、目と鼻とリボンと、それから帽子ももうついでに刺していこうと思います。まず目、好きなところからやってください。目が心配な方は目を最後にしてもらってもいいです。とりあえず周りだけ刺してもらって、この辺かな。フレンチノットでやろうと思います。今2本取りで裏の糸が一緒に出てきちゃって、枠を机に置きます。で、少し上を持って空中で、今日は1回巻きにしようと思います。ちょっと絵が小さいんで、ほぼ同じところに針を刺して、糸をまたぐといいですね。糸同じ穴に入れると割れて奥に入ってしまうので、糸を抜きます。こんなもんかな。あと鼻も一回巻きで。で、リボンは
ネジネジステッチにしようかな。アウトラインだとちょっと細かすぎるんで、こことここに針を入れて出して、糸をかけて上に引っ張る。で、輪の外に刺すと、これで止まってます。で、下のところは、スタンプは結構、ここの下のタレっていうんですかね。タレタレだと焼肉になっちゃう。ここが短いんですけど、ちょっと長めにした方がいいと思います。そして、帽子が、どっちで刺そうかな。横横だとこの頂点が大変なので、前と後ろに1本ずつ渡して三角形の、形を作ってから間を埋めるようにします。で、同じ穴に刺すとここがモコモコになるんで、ちょっと手前で、また隣に針を出してちょっと手前でもまあ放射状にしないといけないので、ちょっと手前にして最後、もう黒だからわかんないですね。多分赤でもし刺す人がいるとしたら、赤でも多分そんなにステッチのあれがわかんないと思います。もう何をどういう風に刺したかちょっとわかんないですね。なのでもういいです、これで。で、裏に絡めて、で、今度は白でこのポンポンを刺します。で、これもフレンチノットで、こっちは2回巻きぐらいにしてちょっと大きめのポンポンにしようかなと思います。それでもちっちゃいかな。珍しく3回巻きにします。あんまり3回巻かないんですけど、糸の本数を増やすといいんですけどね。なんか割と1回巻きもしくは2回巻きにして糸の本数を増やすっていうことが多いんですけど、ちょっと今日は久しぶりに3回巻きにしてみました。で、ケーキを刺繍していきます。ケーキはもう全部横横に刺していこうかなと思うので、ここのお皿ですね。お皿で、スポンジ、いちご赤ですね。スポンジ黄色で。で、またスポンジで生クリーム、なんか垂れてるんでこうふにゃふにゃしてるんですけども、そこまで表現できないので、もう全部横で、無視して横で。で、いちごはフレンチノットで入れようかなと思うので、色を変えながら少しずつやっていきます。じゃあお皿も黒にしよう。もう全部横横です。で、できれば線の外側を刺してください。これだけさっき切らなくてよかったかもしれない。はい。っていう感じで横に積み上げていきます。はい。では、これでできたので、裏に絡めて、はい、こんな感じです。で、これをこのブローチ台にセッティングしていきます。だいたいこの半径外側1センチぐらい、1.5 センチぐらいのところをハサミで切ります。
でちょっと心配になって大きめに切っちゃうとこうかぶせた時にここに布がたくさん溜まってしまってくっつかないっていうか浮いてくるっていう感じになるので気をつけてください。で縫い糸、これ刺繍糸でやると引っ張った時に切れちゃうんで縫い糸でやります。刺繍糸はね弱いんですよ。なので手縫い糸、お家にある何でもいいです。色も何でもいいです。これで玉留めして周りを節縫いします。私は大雑把なんですけど細かく刺した方が、後々便利ですね。はい、これでこの中に、この楕円のお椀のやつを入れます。なんかね、お椀って名前で売られてるんで。で、一応なんかスタンプがそうね、曲がると気持ち悪いので、そこだけちょっときちっとセッティングしてもらって、ちょうどクマが真ん中に来るようにして、なんかこういう布があったらいいんですけど、なんかちょうどね、いいのがあったんで。で、少し拾ってひっつめていって星形みたいにしてギュッとしていきます。まだここにシワがあるんで、シワのあるところを探してひっつめていきます。スタンプここにもう一個あってもよかったですね。もしくはクマをもうちょっと上に押すとか、皆さんちょっと調整してくださいね、バランスは。で、だいたいいい感じになったら玉留めしてでボンドをつけます。これ金属用のボンドを使ってください。で、透明なんですけど、色がついてるやつ持ってて、色がついてると間違って表にこうついちゃった時に色が残るんで、透明がいいと思います。このなんかミニサイズも100均で売ってた気がします。で、これで出来上がり。で、もしなんか浮いてくるようであれば、こうマスキングテープとかで留めて、結構ね、何時間か留めておかないと、まだこれ全然くっついてないんですよね。なので、捨てで留めて、もしくはもうこの状態でしばらく触らないでそっと置いとくと乾きます。可愛いですね。帽子をわざと赤にしなかったんですよ。クリスマスっぽくなるかなと思って。なので黒にしたんですけど、なんかもっとこう色変えてもらうと可愛く出来上がるんじゃないかなと思います。ぜひ作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。